皆さん、こんにちは。本日はお越しいただき、ありがとうございます。このブースでは、そうだったのか、車の秘密ということで、車に関する実験をやっていきたいと思います。さあ、日常でどこに行っても必ず車というのは見かけますよね。こちらのグラフをご覧ください。これは、年間の自動車の保有台数の変化を表したグラフです。左から右へ行くにつれて、その数はどんどん増えていってますよね。こんな中で皆さんにより車を使ってもらうために、車はいろいろな進化を遂げてきました。今日はそれに関する3つの実験を行いたいと思います。では早速最初の実験に参りましょう。最初の実験に入る前に少し前置きから入らせていただきます。これは年間の交通事故の死者数のグラフです。右側を見てもらえるとわかるんですけれど、その数は年々減っていってるんですね。これの裏にはいろいろな努力と進化があるんですが、そのうちの一つが安全装置の進化です。車には安全のためにいろいろなものがついています。例えばここにあるようにシートベルト、エアバッグ、あとはアンチロックブレーキシステムなんていうものも搭載されているんです。さあ、今回はそのうちの一つ、シートベルトについて見ていきましょう。シートベルト、車に乗ったことのある人なら必ず毎回つけているはずですよね。シートベルトの役割と言いますと、こんな風に、もし事故が起こった時に、頭や体が外に飛び出さないように固定してくれるという役割ですね。さて、ここで皆さん疑問に思ったことがあるでしょうか？シートベルトはどんな仕組みで働いているんでしょう？今回はそれに関して実験を行いたいと思います。さて、シートベルトの仕組み。実はこれにはある装置が関わっています。それが ELR、緊急時ロック式巻き取り装置というものです。ELR が車のどこに入っているかと言いますと、はい、この座席の奥の方に入っているんですね。では実際にどういう働きをするのか見ていきましょう。これがシートベルトの ELR の仕組みを模型で表したものです。左側のギアがシートベルトを出し入れするための歯車です。さあ、その横にストッパーとボールがついていますよね。さて、何もしていない状態だと、こんな風にシートベルトが自由に出し入れできます。さて、もし事故が起こった時、車が急に止まると、こういう風に衝撃でボールが前にせり出しますよね。するとストッパーが出て、歯車が回らなくなりました。これでシートベルトが出すことができなくなったというわけなんですね。さあ、シートベルトの仕組みが分かったところで、最後に一言。シートベルトはつけましょう。万が一の事故のためにもシートベルトは必ずつけて乗るようにしましょう。ということで、最初の実験を終わります。次の実験に参りましょ続いてのテーマは、ハイブリッドカーです。ハイブリッドとは、イノシシと豚を掛け合わせたイノブタという意味のラテン語が語源の言葉なのですが、では、ハイブリッドカーとは何と何を掛け合わせたものなのでしょうか？それは、エンジンを使うガソリン車やディーゼル車といった現在普通に走っている自動車と、電気で回るモーターを使う電気自動車です。当然ですが、モーターを回すには電気が必要ですよね。電気自動車や
プラグインハイブリッドカーと呼ばれるハイブリッドカーの一種では、発電所で作った電気で充電することができるのですが、そういった機能のないハイブリッドカーは自力で発電する必要があります。それでは、どうやってモーターを回す電力を手に入れるのでしょうか。その方法がこちら。回生ブレーキです。皆さんは手回し発電機を回したことはありますか？回生ブレーキは手回し発電機の重さを利用したブレーキです。どういうことなのか実験で見ていきましょう。奥にあるモーターがエンジンの代わりにタイヤを回転させます。手前のモーターはその回転を利用して発電し LED を光らせます。タイヤの回転をわかりやすくするためにガムテープを貼っておいたので、1秒間に何回転するかや、回転している時の音に注目してご覧ください。それではいきます。いかがでしょうか？普通のブレーキはタイヤの回転を摩擦の力で止めます。ということは、タイヤを回転させるエネルギーを熱に変換しているということになります。ところが、手回し発電機が回路になっている時の方がなっていない時よりも回すのに力が必要なのと同じように、回生ブレーキは発電機を回す時の重さを利用して回転を止めているので、タイヤが回るエネルギーを電力に変換することができます。ところで、計算結果は同じになるので、どちらで考えても良いのですが、タイヤの回転が遅くなるのは、発電によって生まれた電気により発電用モーターが逆回転するからとも言えます。それをわかりやすくするために、先ほどの実験から LED を抜いたものを見ていきましょう。奥のモーターは先ほどと同じように電池につながっていて、エンジンの代わりにタイヤを回転させます。手前のモーターは先ほどとは違って LED にはつながっておらず、黒い線によってショートさせることによってタイヤの回転する速さを変化させます。それではどうなるのかご覧ください。いかがだったでしょうか？結局、回生ブレーキは熱として捨てるしかなかったエネルギーを電力として再利用できるので、ハイブリッドカーはエコな乗り物だと言えるのです。それでは次はさらなるエコな乗り物について見ていきましょ続いてのテーマは燃料電池です。今広く使われているガソリン車はガソリンでエンジンを動かして進みます。先ほどの実験にも出てきたハイブリッドカーはガソリンと電気を使っています。さらに注目されているのが燃料電池車です。燃料電池車はガソリンではなく水素を使って動きます。それではこの燃料電池車の仕組みについて実験を通して考えていきたいと思います。今回の実験ではペットボトルの口に刺したシャープペンシルの芯に電池をつないで電気を流していきます。ペットボトルの中の水には電気が流れやすくなるように硫酸ナトリウムを溶かしています。
それでは実験を見てみましょう。シャープペンシルの芯に 9V 電池をつなぎます。すると水に電気が流れます。近くで見ると泡が出ているのがよくわかります。皆さんが普段飲んでいる水は水素と酸素からできています。水に電気を流すことで水素と酸素に分けることができます。先ほどの実験で出てきた泡は水素と酸素です。逆に水素と酸素を使って電気を作ることはできるのでしょうか？実はそれが燃料電池です。燃料電池車は水素と酸素を使って発電しながら動きます。先ほどの実験に戻って確認してみましょう。電池をつないでから5分が経ちました。電池を外します。まずは LED ライトをつなぎます。このように光ります。次に電子オルゴールをつなぎます。このように音が鳴ります。最後にモーターを乗せた車をつなぎます。このように走り出します。これらのことから水に電気を流したものが電池として働くようになることがわかります。この実験は危ないので、お家では真似しないようにしましょう。実際の燃料電池車の仕組みは今の実験とは少し異なりますが、このように燃料電池車は水素を使って走ることができるのです。ガソリン車はガソリンを燃やして動くため、二酸化炭素が発生し、地球温暖化につながると言われていますが、燃料電池車は二酸化炭素を出さないことから環境に優しいとして注目されています。いかがだったでしょうか？今日は車に関する3つの実験を行いました。まずはじめに、シートベルトの中に入っている ELR の仕組みについて学びました。そして次に、ハイブリッドカーの中に入っている回生ブレーキについても学びましたね。そして最後に、燃料電池車で使われている燃料電池の仕組みについても学びました。さあ、今回3つの実験を紹介したんですが、実はこれは車の秘密に関するほんの一部にしか過ぎません。なので、もし車に興味を持っていただけたら、ぜひお家で調べていただけると嬉しいです。最後にもう一つ。東大キャストでは、キーワードを集めてクロスワードを完成させると景品がもらえるサイエンスミッションという企画をやっています。車ブースのキーワードはシートベルトです。ぜひ他の企画のキーワードも集めてみてください。これで車ブースの実験を終わりとさせていただきます。最後までご清聴ありがとうございました。